どうも皆さんこんにちは、石田祐一です。今日はソニーのフルサイズ用のズームレンズ24から 105mm の F4 のレンズをご紹介できればと思います。このレンズ僕が買ったのが、1年半ぐらい前なんですけども、なんかすごく予約が殺到してて、全然手に入んなかったんですよね。で24から105の F4 のなんか至って普通そうなレンズなのになんでそんな人気なんだっていうのが全然分かんなかったんですけども、使い始めてからそういうことかっていうのが理解できました。今日は特に映像制作者の視点からこのレンズのレビューをしたいと思うんですけども、手持ちの映像撮影において本当に非常に使いやすいレンズだなと思っています。じゃあそれでは今から、好きな点についてお話しできればと思います。ではまず最初の1点目、このレンズはズームレンズの割に、解像度がめっちゃ高いですね。もう全部がキレッキレ。ズームレンズって普通便利な反面絵が眠たくなる印象があるんですよね。で私も他社さんのメーカーでいろいろズームレンズを今まで使っていて、もうやっぱ全然画質に満足しないから単焦点をよく持っていくようにしてたんですけども、このズームレンズの出番はすごく増えました。なので眠たい絵が出てこないね、24から105、どのレンジで撮ってもそれなりに綺麗な解像度の高い絵が出てくるので、これでいいかっていう気持ちにさせてくれます。2点目なんですけども、画角が24から105というこの幅がすごく絶妙だなと思っています。24mm だとだいたい広角なので、大概のものを広めで映せるんですけども、105だったら中望遠の域になるので遠くのものもしっかり映せるし、あとは望遠ズーム特有の背景と手前がくっついた感じになる圧縮効果っていう効果もこのレンズで撮れるので、このレンズ1本でマルチな活躍をしますね。で特に僕の場合は望遠レンズっていうのを持っていません。なぜかこの24から 105mm のこの105を使ってもう望遠の代わりにしちゃってます。なぜなら望遠レンズって基本的に70から 200mm とか70から300とか、単焦点でも135とかあるんですけど、基本でっかくて重たいんですよね。僕は映像制作者の視点からそこまでズームを必要とされることはないと思ってます。で望遠レンズで出せる圧縮効果も 105mm あればもう十分撮れます。でさらにソニーの α シリーズを使っていけば APS-C モードに切り替えれば 1.5 倍になるし、さらにズームが必要であれば超解像ズームでさらに 1.5 倍の焦点距離で撮影ができるので、いざという時にはそれでいいかというふうに思ってます。望遠を使った映像っていうのはやっぱどうしても引いた絵になってしまって、なんか絵の力が僕の中で弱く感じるので、やっぱりなるべく広角気味だったり、標準レンズの域で被写体に寄って撮るようなスタイルが好きですね。なのでこのレンズは標準ズームでありながら僕の中の望遠レンズになってます。で次が3点目なんですけども、特に映像制作において重要だと思うレンズ内に手ブレ補正がついてます。でこれ手ブレがいい塩梅で効くんですね。手ブレが強すぎると映像を撮ってる時にカクンカクンっていうような動きになることがあって、そうするとちょっと見てられない絵になるんですけども、このソニーの204、105のレンズの手ブレだといい具合に効きすぎもせず、それでも細かい揺れなどは吸収してくれるので、すごく使い勝手がいいですね。で僕は特に手持ちの撮影の際に、左から右に動かしたり上下に動かしたりというような動きをよくするんですね。その際に手ブレ補正があるとないとで全然出てくる結果というのは変わってきて、だからこのレンズで手ブレがついているというのはすごく好きですね。で4つ目なんですけども、ボケがめっちゃ綺麗です。でズームレンズで F4 なんですけども、こんなボケるんだっていうぐらいな綺麗な味になります。50mm ぐらいを過ぎてから105の間だともう本当に綺麗なボケになって、
後ろの木漏れ日だったりとか夜のイルミネーションだったりとか、そういうのをきれいに出してくれるので、単焦点にこう近い雰囲気を出してくれるっていうので、なんかすごく芸術性を出せるレンズだなっていうふうに思ってます。以上今の4点を考えて、やっぱこうお散歩とか、ちょっと気軽に一泊旅行とか海外旅行とかで荷物減らしたい時にはすごくおすすめするレンズですね。特にちょっと旅行に行って映像に撮りたい人とかで、よくロングショットと呼ばれている引きの絵が多くて、そればっか続くとせっかく綺麗な場所に行っても、ずっと同じような風景の映像とかだとやっぱり飽きちゃうんで、24から105のズームがあれば違ったアングルでショットを撮っていけるので、例えばなんか東南アジアの屋台でおじさんが焼きそば作ってるところのその焼きそばの手のアップだったりとか、そういういろんな幅を持たせてショットが撮れるので、そういう意味ではこの1本ですごく便利に使えるレンズですね。でもこのレンズ欠点ももちろんあります。で、僕が思う欠点はこれもでかくて重たいです。で、重さはだいたい 650g ぐらいですかね。やっぱ映像をやる人にとってはやっぱ重さっていうのはすごく重要になってきて、重ければ重いほどブレにもつながるし、やっぱ長い間カメラを回しているのでこう腕の疲れも出てきます。でさらにこうフィルター径が 77mm あるので、こう全体的にドーンって感じででかくなってます。こうレンズも105にした時にビヨーンって伸びてくるので、こうジンバルに乗せる時にこうバランスが取れなくなっちゃうんですよ。でズームを変えるたびにやっぱりバランスをしっかり取らないといけないので、そう思うとこれはなかなかジンバルでは使えないレンズですね。このレンズはすごく評判もいいし、僕の中でよく使うレンズの3つのうちの1つになってますね。もしこのチャンネルまだ登録されてない方がいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。これからもカメラとかレンズとか、映像制作についていろいろとお話ができればと思っています。でまたもしコメントがあればぜひ下のコメント欄によろしくお願いします。はい、では皆さんさようなら、バイバイ。